よいしょ。ここは私の部屋ではなくてお姉ちゃんの部屋にいます。なぜならばお姉ちゃんの部屋が一番綺麗だからです。でも枕がなくてこれで寝てるんですよ。めっちゃ首が痛い。今日は私の実家で過ごすルーティンをとってみたいと思います。まずは朝起きたら腹筋をします。1、2、3。あ、やばい、疲れた。記録3回。この間実家に戻りますっていう動画を出したんですけど、その動画が思ったよりも好評で、コメントで農業してるとこが見たいとか、野菜の収穫してるとこ見てみたいですっていうコメントが多かったので、今日はリクエストにお答えしてみようと思います。実家動画農業の娘編、野菜の収穫にセルフ密着してみたいと思います。ということで今日も最後までぜひ見てください。お父さんが毎朝味噌汁を作ってくれてるんですけど、今日も作ってくれてました。朝ごはんは味噌汁を飲みたいと思います。私がじゃがいもとキャベツが好きって言ったら入れてくれました。これ毎日具が変わるんですよね。毎朝の楽しみです。キャベツのお味噌汁いただきます。美味しい。なんかファックス来た。私朝からいっぱい食べちゃうとお腹いっぱいで動けなくなっちゃうので、朝ごはんは軽めが好きなんですよ。最近はお味噌汁を1杯か2杯飲んでから動き出すようにしています。これぐらいがやっぱちょうどいいですよね。ちなみにお父さんは起きるのが早すぎて毎朝5時に起きてるんですよ。私は8時ぐらいなので、私が起きた時には味噌汁だけ置いてあって、お父さんはもうすでに畑作業をしています。出遅れた。朝ごはんはお父さんが作ってくれたので、私はお皿洗いを担当します。家事の中で一番お皿洗いが好きです。なぜならばあんまり動かないから。お父さん、ゆうか結構お皿洗ってるのさ、気づいてる？あ、気づいてたんだ。お父さんあんま言わないからさ、気づいてないかと思った。わかる？よかった。やっぱ頑張ったら気づかれたいタイプ。めんどくさい女ですよね、本当に。お父さん、今日も味噌汁ありがとう。しかもゆうかが好きな具材入れてくれて嬉しかった。よし、完成。それじゃあ歯磨きをして畑に行く準備をしたいと思います。今の時期は結構収穫できるものが多いみたいで、今日は忙しい日になりそうです。畑に行く服に着替えないといけないので変身してきます。それじゃあ、はい、じゃーん、準備完了しました。農家の娘コーデ。今日は太陽がやばいので日焼け止めをたっぷり塗っていきます。いっぱい野菜取るぞ今日はね、いっぱい取れる予感がしてます。楽しみだな。ほっ、やばい、全然ない。ママの日焼け止め。ぬり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 。よし、準備万端。それじゃあ畑に向かっていきましょう。見て見て、農業用に長靴買いました。Amazon で2000円くらい。これ長靴めっちゃいいんですよ。小さい頃よく履いてたんだけど、大人になってちょっと感動しました。これ全然汚れないんですよね。イエーイ。
じゃーん、ここがうちの畑なんですけど、今結構野菜ができてるんですよね。どれから収穫していこうかな。お、ピーマンがめっちゃ立派に育ってる。今日はピーマンから収穫していこうかな。この辺も全部取れそうですね。私の農業セット、まずは軍手を装着します。可愛くないですか？私の軍手、これ肉球になってるんですよ。ちょっと汚れちゃってるんですけど、この軍手と、あと収穫用のハサミ、これお父さんのハサミです。それと大きなカゴ、この中に収穫した野菜を入れていきます。ピーマンの取り方なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。もうハサミでここのヘタの上をちょきって取るだけです。こんな感じで収穫できます。ピーマンは取れば取るほどどんどん実がなってくるので、いっぱい取った方がお得です。よし。こういうちょっとちっちゃいピーマンはまだ収穫する時期じゃないので、もうちょっと様子見ですね。早く大きくなれよ。やばい、暑い。今日は30度ぐらいあるのでめちゃくちゃ暑いです。こういう帽子は必須ですね。本当は農業は朝起きてまだ日が昇る前とかがいいんですよ。その方が身がシャキシャキで美味しいし、暑くないからちょうどいいんですけど、私はいつもね8時9時に起きるので、だいたいお昼くらいに野菜の収穫をしています。チョキチョキ切っていく作業結構楽しいんだよね。意外と虫が多いと思いきや意外といないです。ちっちゃい小バエとかはいるんだけど、全然可愛い子たち。大きくなりすぎちゃうとピーマンはダメになってしまうので、早く切ってあげないと、このなんていうの、つるだっけ、なんていうんだっけ、ちょっと待ってよ。暑い。よし、場所を移動しよう。あ、やばい、めっちゃでかいやついる。どでかい。これもダメなのかな、でかすぎて。あんまり大きくなりすぎると、この枝というかこのつるに負担がかかっちゃって新しい実ができなくなっちゃうんですよ。だから大きくなる前に収穫するのがいいんだそうです。よし、ピーマンはこんなもんかな。それじゃあ次の野菜いきたいと思います。次の野菜はこちら。これはナスですね。ナスはお母さんが植えたのとお父さんが植えたのがあって、これがねお母さんが植えたナスです。めっちゃ細くない？細長い。スタイル良くて羨ましい。お母さんは好奇心旺盛でよく変わった品種を植えています。これはね紫島ナスっていう種類だったかな。確かそう言ってた気がします。ナスもさっきのピーマンと同じように、ここのヘタの少し上あたりをちょっと長いかな、残しすぎかもしれないんですけど、こんな感じで切っていくそうです。ナスいうか農業をこなすうまくないな、あんまり。ナスもピーマンと同じように取れば取るほど新しい実が出てくるので、もう大きくなっちゃった子たちはどんどん取っていきます。こういう風にね、ハサミを使わずに手でって取ると結構負担がかかっちゃうので、必ずこういうハサミを使って切って取っていきます。よいしょ。うわ、蚊がいる。いや、蚊に刺された。ママが植えたナスも取ってきた。やっぱりこの普通のナスとちょっと変わったナスだと、やっぱ野菜ってビジュアル勝負なんですよ。結構厳しい世界ですよね。ビジュアルがちょっと変わってるとあんまり売れなかったりするので、なんだかんだこっちの普通のナスの方が売れるんだそうです。お前も頑張れよ。
次はかぼちゃの収穫をしていきたいと思います。かぼちゃちょっとでかいなこいつ。この子なんですけど、この子はちょっと他の野菜と違ってヘタの部分を5センチから10センチぐらい残して切ります。このぐらいかな。ちょっと難しいですね、かぼちゃ。ちょっと待って、合ってるか分かんないからあとお父さんに聞いてみよう。このかぼちゃの収穫って結構難しくて、普通の野菜ってすぐにお料理したりとか売りに出したりできるんですけど、かぼちゃって取ってから2週間から4週間ぐらい家で追熟させないといけないんですよ。だからこの子を今取っても食べれるのは1ヶ月後っていうことなんですよね。せっかちすぎて待てるかな私。ちょっとかぼちゃ難しいから後回しにしよう。気を取り直して次はミニトマトの収穫をしたいと思います。可愛くない？ミニトマト。私トマト大好きなんですよ。トマトって食べたら肌白くなるじゃないですか。お父さんあんまトマト好きじゃなくて、でもお父さんめっちゃ茶色いのだから食べた方がいいよってめっちゃ勧めてるんだけど、全然食べないんだよね。だから実家で採れたトマトはだいたい私が食べてます。でもまだ全然緑だ。この緑の子たちは取っちゃいけないんですよ。もうちょっと時間がかかりそう。この子いけるかな。よいしょ。お、手でいけた。さくらんぼみたいじゃない？私幼稚園の頃めちゃくちゃおとなしくて、場面緘黙症っていう病気っていうか、そういう症状だったんですけど、本当に人と話せなくて、幼稚園の頃にみんなでお芋掘りに行ったんですよ。こういう畑の中にお芋が埋まってて、でみんななかなかお芋が掘れなくて、どうしようどうしようってなってるのに、私すんなりお芋を見つけちゃって掘れちゃったんですよ。でも言えなくて、どうしようと思ってお芋をずっとこうやって持ったまま30分ぐらいぼーっとしてました。畑の苦い思い出です。ダメだ、ミニトマト全然なってない。ミニトマト諦めます。こんな感じでまだまだ緑な子たちがいっぱい。もうちょっと時間がかかりそうですね。今日はピーマンがいっぱい取れそうなので、もう他の野菜は諦めてピーマンに集中していきたいと思います。こういう無言で作業してる時間がめっちゃ好きなんですよね。無言って言いながら独り言ブツブツ言ってるんですけどね、楽しい。あ、腐っちゃってるこのピーマン。あららら、病気になっちゃった。なんかうわっ、カメムシいた。びっくりした。なんか実家にいるとすごい時間がゆっくり流れるんですよね。なんか一日長いっていうか、気づいたらまだ夕方の5時かとか、なんかすごい、ね、ゆっくりな感じがします。ちょっと待って、カメムシはやだな。臭いもんねお前。よいしょ。そうだ、こいつカメムシいるんだって忘れてた。でか。よいしょ。見て見て、唐辛子です。唐辛子もヘタのちょっと上からこうやって切り落としていくんですけど、これすごい辛そうじゃないですか。でもそんなに辛くなくて、甘唐辛子っていう種類なんですけど、ちょっと甘辛い味がするんですよね。普通にただ焼いて食べるだけでもすごい美味しいんですよね。たまにすごい辛いのが混ざって辛ってなる時はあるんですけど、それも結構楽しいです。甘唐辛子。野菜って取っても取っても生えてくるからめっちゃ楽しい。なんか取ったらもったいないとかなんないじゃないですか。そんなになんかもったいない精神持ってるのは私だけかもしれないんだけど、でもまたすぐに生えてきてくれるから罪悪感がないですね。よいしょ。今回は収穫だけなんですけど、
もしねこの動画が面白いなって思ってくれたら、今度は種まきとか、あと草刈りとか他の農作業もやってみたいですね。この動画もし好評じゃなかったら動画にせずに一人で黙々とやりたいと思います。ぜひ皆さんいっぱい見てください。お願いします。よいしょ。やばい、暑すぎて。私普段あんまり汗かかないんですけど、今もう汗だくなの。わかりますか？やばくない？めっちゃ暑い。でも暑いの大好きだから楽しい。この子たちも今夏に収穫してる子たちは暑さに強いんですよ。夏の野菜なので私と同じですね。私より強いかもしれない。めっちゃ収穫できる。楽しい。私の動画を見てくれている視聴者さんの方の中にも農業やってる方いますか？よかったらコツとかなんかアドバイスとかいろいろ教えてください。そう、まだね農作業を手伝ってるだけで、本業じゃないから全然できてないとこも多いんですよ。だからねそれもまたゆうかちゃん違うよって言われそうで怖いんですけど、でもお父さん曰く普通にこうやってちょきちょき切っていけば食べれれば何でもいいって言ってました。だから食べれるから大丈夫なはず。下手っぴなんですけどできてるかな。どうしよう、全然違うって言われたら、これ全部食べれないよってなったらどうしよう。今日はお父さん一緒じゃないのって思うかもしれないんですけど、お父さんは午前中畑やってて、お昼はちょっと予定があって違うとこに行っちゃいました。でもまだ野菜の収穫が終わってないから、あとは優香がやるよって言って引き継ぎました。うまく引き継げているか不安でいっぱいです。よし、唐辛子こんなもんかな。お次はみんな大好ききゅうり。きゅうりはすぐ大きくなっちゃうんですよ。1日ですごい育ってしまうので、この段階で早めに切っておきます。育つのが早くていいですよね。私は育ちが遅いので羨ましいです。やばい、これちょっとでかすぎかもしれない。こういうでかすぎたやつを取った時はお父さんがこれはダメだよ、ダメポイってしちゃうんですよ。悲しい。この大きいきゅうりも美味しそうなんだけどね。売れないのかこれは。よいしょ。おっと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 、危ね。こんなもんかなきゅうり。よし。お次はオクラ。オクラはこういう風に生えてるんですよ。根元を切ってこんな感じで取っていきます。ちょっと葉っぱがいっぱいで見づらいですよね。草刈りしないとな。よいしょ。えい。オクラ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 。ちょっと草が多すぎて。今お父さんに電話してこの大きいかぼちゃ取っていいって言ったら、おういいよいいよって言ってくれたので、これ取っちゃいたいと思います。かぼちゃを収穫してみたかったから嬉しい。えい。おー、あれ待って、めっちゃつながってるぞ。ほっ、えい。やばい、かぼちゃ結構なんていうの、我が強い。おー、めっちゃ重たい。すごっ、重い。何キロあるんだろうこれ。わかるこの重さ。わかんないか。かぼちゃ取れました。家に持ち帰って暗くて風通しがいい場所で1ヶ月くらい眠るじゃないか。この子は暗くて風通しがいい場所で2週間から4週間ぐらい置かなきゃいけないので、ちょっとお家で眠らせたいと思います。じゃーん、野菜がたくさん取れました。私のお気に入りはデカキュウリ。捨てられませんように。結構頑張ったんじゃない？素人にしては。多分農家さんからしたらちょっと少ないかもしれないんですけど、父さんは多い時で 2,3 個ぐらい収穫するんですよ。
ちょっと私はそんな多く収穫できなかったんですけど、自分なりにかなり頑張りました。ということで無事に野菜の収穫が終わりました。今取った野菜を車の後ろに積んで、これから市場に売りに行きたいと思います。もう汗いっぱいかいちゃったから前髪がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、いやー、思ったより取れなかったですね。今日は朝お父さんがカゴいっぱいに野菜を収穫してから、私はそれ以上取ろうと思ったんですけど、半分以下でしたね。今日はだいたい2時間ぐらい畑にいたんですけど、めちゃくちゃ暑かったし、もう体力なさすぎて結構バテちゃいました。今日私が取った野菜は多分だいたい値段で言ったら1000円から2000円くらいで売れるみたいです。だから時給1000円ぐらいですね。まあ売れたお金はお父さんにあげるんですけどね、ちゃんと。私は野菜を食べるのが大好きなので、こうやって農家さんが収穫したりとか畑の管理とか実際に自分でやってみてすごい大変だったので、本当に感謝だなって思いました。ということで今日は私の実家で過ごす一日ルーティンみたいな動画を撮ってみました。これからも農家の娘として畑とか手伝いながら私も楽しんでいきたいと思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。やってやるねえ、お願い。もうびっくりした。これすごい辛そうじゃないですか。お次はみんな大好ききゅうり。やばい、かゆい。ちょっと待って。